今回は夏に武蔵野線の駅の西船橋から新松戸まで歩いたところの続きをウォーキングしてみました。武蔵野線は路線長が長いので、今回は新松戸駅から南浦和駅ですね、京浜東北線とつながっている南浦和駅までをウォーキングしてみました。吉川南駅や越谷レイクタウン駅など新しい街に出会うことができました。駅間については新松戸から南越谷駅までの間は約30分ぐらいで次の駅に行くことができるので、結構駅間は短くて楽しいと思います。ただ南越谷駅から南浦和駅までの間は駅間が1時間ぐらいあるので、ちょっと骨のあるウォーキングになると思います。早速新松戸駅に到着しました。では改札を出て出発します。まずは新松戸駅のスタンプをゲットします。新松戸駅のスタンプをゲットしようとしました。しかし最初場所を間違えて正しい場所に置き直して再度取得します。新松戸駅のスタンプは交差する線路と縄文式住居がモチーフになっています。次の駅までは 2.5 キロ約33分となります。ちょっと新松戸駅で迷っています。新松戸駅から次の駅に行くことがなかなかできず、流山線の線路をまたいで探しています。南流山駅に到着しました。駅タグはすぐ発見することができました。南流山駅の駅タグをゲットしました。赤城神社の大しめ縄と新選組がモチーフになっているみたいです。次の駅までは 2.3 キロ29分となります。江戸川を越えて三郷の方に進んでいきます。朝日が綺麗なのでちょっと見とれてしまいました。三郷駅に到着しました。三郷駅のスタンプをゲットしました。三郷駅のスタンプは3匹の獅子舞と三郷公園と西福寺の3門がモチーフになっています。次の駅までは 2.2 キロ27分となります。新三郷駅に到着しました。新三郷駅は反対側の方がなんか大きな駅になっているようです。新三郷駅の駅タグをゲットしました。新三郷駅の駅タグは安養院の大イチョウと駅前の空豆のオブジェがモチーフになっているみたいです。次の駅までは 1.5 キロ18分となります。吉川南駅に到着しました。駅タグを探していたんですけれども、すぐ見つかりました。吉川南駅のスタンプをゲットしました。なかなかちょっと反映しないんで、一旦もう一度接続をやり直してチャレンジします。再度チャレンジしたら駅タグをゲットすることができました。吉川南駅の駅タグは、吉川市のイメージキャラクターのナマリンと駅舎がモチーフになっています。次の駅までは 1.8 キロ22分となります。吉川駅に到着しました。吉川駅のスタンプをゲットします。吉川駅のスタンプをゲットしました。吉川駅のスタンプは花菖蒲とナマズの像がモチーフになっています。次の駅までは 2.6 キロ33分となります。大きなイオンのレイクタウンのショッピングモールがあります。越谷レイクタウン駅に到着しました。駅タグの場所は大きな矢印で書かれていたので、すぐゲットできると思ったんですけども、ちょっと失敗したのでもう一回ゲットしています。越谷レイクタウンの駅タグをゲットしました。レイクタウンのショッピングモールがモチーフになっているのとカヌーがモチーフになっています。次の駅までは 3.2 キロ39分となります。途中歩いていると貨物列車が逆走ですかね、機関車の方が先頭についてないで走っていたのでちょっとびっくりしたんですけれども、ちゃんと後ろから押されているような動きで進んでいました。結構早くバックも進めるんですねと思いました。
南越谷駅に到着しました。駅は混んでたんですけれども、駅タグをゲットしました。南越谷駅は阿波踊りが有名な感じなのでモチーフになっています。次の駅までは 4.9 キロ61分となります。東川口駅に到着しました。東川口は年季の入ったスタンプ台に設置されていました。東川口の駅タグをゲットしました。駅タグは県民福祉村と埼玉スタジアム2002がモチーフになってるみたいです。次の駅までは 4.7 キロ58分となります。東浦和駅に到着しました。東浦和駅の駅タグをゲットしました。東浦和駅の駅タグは見沼通船堀と浦和にある博物館民家園っていうのがモチーフになっています。次の駅までは 4.7 キロ60分となります。南浦和駅に到着しました。今回最終駅となる南浦和駅の駅タグをゲットしました。南浦和駅は近所にあるゴリラ公園とさいたま市文化センターがモチーフになっています。今回は路線長が長い武蔵野線の、制覇に向けて新松戸駅から南浦和駅までの途中区間をウォーキングしました。結構最初の方の地点はウォーキングの間隔ですね、駅と駅との間隔が短かったので30分おきぐらいに駅タグを取ると、いわゆる隣の駅に到着することができたんですけれども、後半戦の3駅ですね、そこは一個一個が約5キロぐらい離れているということで、時速5キロで歩いていっても1時間かかると、そういうような感じでした。3駅で1時間かける3なんで3時間ぐらいかかったんですけれども、歩きがいがあるって言ったらあるような面白い都会の風景という感じで楽しめたと思います。今後も機会を見て武蔵野線制覇を目指していきたいと思います。ただちょっと夏は暑いんで、そこをどうやって対策をするかなんですけれども、駅タグがいいところはあれですね、ちょっと大変だなっていったところで、やめて次回その駅から続けるということができるので、ちょっと山奥を歩くとかそういうのに比べると、あれですね、熱中症でちょっとやばいなと思うような状態になってきたら、もうそこでやめて次回、休養を取って続ければいいと思います。